皆さんこんにちは。ポルトガル在住のはるかです。今回の動画では、ポルトガルでの仕事の探し方を私の経験を交えてお話ししていきたいなと思います。インスタの DM や YouTube のコメント欄で仕事について質問をいただくことが多いので、今日はこの4つの項目に沿ってお話ししていきたいなと思います。1つ目はポルトガルの就活事情について。2つ目は現地での仕事の探し方について。3つ目は現在の私の仕事について。4つ目はポルトガルでの就活ポイントについて。この4点でお話ししていきたいと思います。ポルトガル、ひいてはヨーロッパで仕事を探している人の少しでも参考になれば嬉しいです。1つ目のポルトガルの就活事情についてお話ししていきたいと思います。ポルトガルはヨーロッパの中でも仕事に就くのが難しい国の一つです。その背景には他の西ヨーロッパの国と比べてポルトガルでは産業が少なくてそもそも雇用自体が少ないことが挙げられます。ポルトガル人でも希望の仕事に就くのが大変な状況なので外国人はなおさら難しいというのがポルトガルの実情です。また仕事が見つけにくいだけでなくて賃金水準っていうのもヨーロッパの中では低い方です。2024年の1月時点でポルトガルの最低賃金は月給で820ユーロと同じ西ヨーロッパのドイツやフランス、スペインなどの中でもダントツで低いです。その分物価が安いということもありますが、実際に最低賃金で働いて生活をしていくのはとても大変だと思います。また EU 加盟国以外の人がポルトガルで働くためには就労ビザと居住許可が必要です。私は夫のビザとセットの家族統合ビザで滞在しているのでポルトガルで働くことができます。他にもワーキングホリデービザで来たり少ないですけども企業が就労ビザを手配してくれるケースもあります。2つ目の現地での仕事の探し方について話していきたいと思います。私は大学を卒業した後に日本の企業に就職をして4年間営業の仕事をしていました。夫がポルトガルに行くことになって日本の会社を辞めてポルトガルへ一緒にやってきました。今後のキャリアのことも考えてポルトガルで働きたいというふうに思っていたので就職活動を始めました。レストランやカフェで働くという選択肢もありますが、前職の経験を生かして今後のキャリアにつながる仕事がしたかったので、現地企業で自分の経験が活かせる仕事というのを軸に仕事を探していました。なのでこれからの話はレストランなどの接客業ではなくて、オフィスワークでの仕事の探し方が中心になります。ポルトガルでの仕事の探し方は大きく分けて2つあります。1つ目は求人募集から応募していくパターンです。ポルトガルではリンクドインやインディードなどの求人サイトを使った募集が一般的です。また、ポルトガルの企業だけでなくて EU 加盟国の企業でポルトガルからリモートで働けるポジションにも応募ができます。2つ目はコネクションを使って仕事を見つけるパターンです。ポルトガルに来てから仕事だけでなくていろいろな面で人とのつながりの大切さっていうのを実感しました。日本人のコミュニティや地域のコミュニティに参加をして仕事を探しているという話をたくさんの人にする中で、こんな求人あるけどどうというふうな話が舞い込んでくることがあります。求人募集をすること、またコネを使って仕事を見つけること、このどちらも大事だと思います。3つ目は現在の私の仕事について話していきたいと思います。私は現在ポルトガルの IT 企業で現地採用として働いています。仕事内容は前職の営業を生かした仕事で、マーケティングも担当してます。使っている言語は英語と日本語です。健康保険や1日7ユーロの食事手当、またオンラインの語学研修など福利厚生もついてます。オフィスはリスボンにあるので、最初の1ヶ月は研修のためにリスボンに滞在していました。2ヶ月目からはコインブラの自宅でリモートで働いてます。ポルトガルで就活する中で驚いたことがいくつかあるんですけども、その中でもヨーロッパでは日本のようなポテンシャル採用がないので、大学の専攻や実務経験、スキル、専門性がないと応募資格すらないっていう求人が多いこと。また、日本語ネイティブはポルトガルでは強みだということ。この2点は自分の中では驚きポイントでした。まず、ポルトガルに限らず、ヨーロッパでの就職は実務経験や専門性が重要です。
日本のように実務経験のない新卒を採用して企業で育てるという考え方はほとんどありません。そのため、応募資格にそのポジションに関する専門的な知識や実務経験が求められているものっていうのがほとんどでした。そういった背景からヨーロッパでは大学のうちから企業のインターンシップに参加をして実務経験を積むという人が多いそうです。私は日本で4年間の実務経験があったので、その経験や持っているスキルに合った求人を探しました。2つ目に話したポルトガルの就職で日本語ネイティブが強みだということについてなんですけども、ポルトガルでは通訳や日本語教師、また現地の日本企業の駐在員の他に現地企業で日本語の仕事があるっていうことはポルトガルに就職するまでは私は知りませんでした。実際に日本企業が人件費の安いポルトガルに業務委託をしているカスタマーサービスのような仕事があります。また、日本にマーケットを持つ現地企業が日本の顧客との窓口となる人材を募集している場合もあります。そういった日本語を使った仕事は日本人が1000人ぐらいしかいないポルトガルでは人材確保が大変なので給料が高めに設定されているっていう傾向があります。一方で日本の営業時間に合わせると時差の関係で夜勤のパターンもあるのでそこも考慮に入れる必要があるかなと思います。また日本マーケットで日本語を使う仕事であっても上司や同僚は日本人以外ということが多いのでビジネスレベルの英語は必要になってくるかなというふうに思います。そういった前提を踏まえて私は前職の実務経験やスキルを生かした日本語を使うポジションというところで求人を探しました。リンクドインやインディードで求人アラートを設定して新しく求人が出たら応募をするというのを3ヶ月ほど繰り返していました。もちろん書類落ちはもう数知れず、また面接に進んでも落とされてというのを何度も経験しました。また私が住むコインブラは日本語の仕事は全くなくて、日本語の求人が出ていてもリスボンのオフィスに行かなければならない仕事が多かったです。もしポルトガルの企業で働きたい人で住む場所が指定されていないという場合は、求人の母数的にもリスボンに住むことがおすすめです。結果的に今の仕事はコネクションを使って知り合いの方に紹介をしてもらって、その後書類選考、面接、英語テストっていうものを経てオファーをいただくことができました。最後に4つ目のポルトガルでの就活ポイントについてお話ししていきたいなと思います。私なりの就活ポイントは3つあります。1つ目は CV とカバーレターを丁寧に仕上げることです。自分が応募したいポジションに適した前職での経験やスキルをしっかりアピールする CV 作りっていうものに注力しました。また CV と一緒に企業に送るカバーレターも使い回しではなくてそれぞれの企業に合った内容にして送っていました。まずは書類選考に通過して面接に進むことがスタート地点だと思うので、ここは手を抜かずに真剣に取り組みました。2つ目はとにかく実践、そして改善を繰り返すことです。先ほども話しましたけども、私は本当にたくさんの企業に応募して、本当にたくさんの企業に落とされました。海外の企業でもお祈りメールって届くんだなっていうふうに思いました。ただ、この過程で大切だったことは、臆せず実践をしまくったこと、そして改善を繰り返したことだと思います。ポルトガルで就活するまでは、英語で面接を受けたことがありませんでした。最初は本当にビビりまくって質問にうまく答えられない、自分の経験やスキルをちゃんと話せない、などなど本当に失敗はもう本当に数知れず ありました。落ち込みたくなる気持ちもあったんですけども、転んでもただでは起きないというスポコン魂で面接の中で答えられなかった質問は何か、次につなげられることはないかと常に改善を繰り返していました。実践、改善、実践、改善っていうものを何度もしていくうちに、面接ではだんだん肝も据わってきて、自分の経験やアピールポイントを落ち着いて話せるようになりました。数えきれないほど企業に落とされたんですけども、その経験を経て今の会社に合格がもらえたので良かったなというふうに思ってます。最後の3つ目はタイミングが命ということです。日本では4月に新卒の一括採用っていうものがありますけども、ヨーロッパの企業はその文化がありません。なのでポジションに空きが出たら企業がそのポジションを募集するというのが通常の流れなので、いい求人が出た時にいかにタイミングよく応募できるかというのが大切です。
全然いい求人が出ないこともありますし、急にたくさんいい求人が出ることもあります。そのタイミングを逃さないように、リンクドインやインディードで求人アラートを設定して、新しく求人が出たら即応募するということが重要です。骨が大切という話もしましたけども、受け身ではいい話は舞い込んでこないと思うので、積極的に、そして定期的にいろんな人に求人がないか聞くことも欠かさず行うことがベストです。2つ目の話にも被りますけども、そのいきなりやってくる大本命をつかむために実践を積んでいいパフォーマンスを発揮できる、そうした準備をしておくことっていうのが大切だと思います。以上の3点はポルトガルの就活に限らずどこでも大事な内容なのかなと思いますが、参考になれば嬉しいです。つれづれなるままにお話ししてきましたが、ポルトガルでの仕事の探し方と私の体験談はこんな感じです。動画の感想や気になることがあれば、ぜひコメントをよろしくお願いします。また、動画を見ていいなって思っていただいた方は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャオー！